KZ の骨子はダイナミックドライバにあり。やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KZ-DQS。KZ で初めて採用される、新型レジェンダリ 10mm ダイナミックドライバ単体で勝負する、1ダイナミックドライバイヤホンだ。この新型 10mm ダイナミックドライバは、実はすでに採用例があって、重量のある亜鉛合金製ハウジングに、10mm レジェンダリダイナミックドライバを搭載した、CCA-CXS がそれに該当する。あちらは重量と普段と違う形状のせいか、僕の耳だと、特定の低音域が信じられないくらいにずぶとく聞こえる面白いイヤホンだったんだけど、DQS では適正な装着位置に一発で合わせることができたので、より一般向けなのは、DQS の方だと思うな。でも KZ の低価格1ダイナミックドライバって、それなりの音なんでしょって？それは認識が甘い。KZ ほど 10mm のダイナミックドライバにトライしまくってるブランドもない。ざっくり、2016年発売の 10mm 第1世代、ZST から BA 抜いちゃいました。こと、KZ-ED12 の第1世代、その後、ED12 をリメイクした、ZSN プロから BA 抜いちゃいましたこと、EDX などの、振動板に二重の回路でパワーかけたらパワー出るんじゃね？こと、二重磁気回路モデルがたくさん、さらに背面で低音増幅したら強いんじゃね？の XUN 採用モデルが、これは3ダイナミックドライバモデルだけど、DQ6 と DQ6S、そして、現在 KZ-K1 ダイナミックドライバで最高評価の 3.8 マイクロメートルの超薄型振動板を搭載した上位シリーズ CCA-CRAK や KZ-EDA などの極薄振動板と二重磁気回路シリーズがあり、さらには KZ-EDC などの二重磁気でない1ダイナミックドライバシリーズも存在する。これ、全部同じ 10mm の振動板なのに、ここ数年でこんなにたくさんのダイナミックドライバを作ってきてるんだぞ。ハイブリッドにしか採用されていないモデルなんかも含めると、さらに数が多かったりして、それらを低価格で色々揃えて遊ぶと、面白いことこの上ない。今のところ、個人的には、このバリエーション豊かな中でも、特別おすすめなのは、1ダイナミックドライバではなくて絡めてだけど、6mm の高音域を組み合わせた、KZ-DQ6 系か、KZ 製の1ダイナミックドライバで、唯一 BA に頼らなくても高音域がエッチーな、CCA-CRA と CRA プラス、DQS は果たしてどんなイヤホンなんだろうか？ DQS のシェルは、KZ-DQ6 シリーズに近いけど、ノズルは ZEX プロと同じもので、イヤピが外れにくくなってたり、単純に流用されてるわけではない。一般的な男性だったら、装着感は良好で、外装の質感も、近年の KZ らしく良好だ。付属するのは、KZ のいつものセット、イヤピとケーブルのみ、低価格ラインに属するのか、銀メッキタイプではなく、無酸素同純導タイプのケーブルがついてくるぞ。高音域を気持ちよく出すために、銀メッキ線に変更するのも手だな。背部には大きなメッシュベントがあり、この部分は特に裏にテープやスポンジがあるわけではないので、結構スルッと低音が出ていく。そのため、音漏れを気にする人は注意が必要だ。メッシュの裏にドライバのシルエットが見えるくらいの開放度だからな。ただ、ドライバと耳の間にはベントがなく、意外に遮音性はある。ドライバも僕の耳では押し込んだ時にペコッと凹む音はしなかったので、そこは安心していいと思うな。それじゃ、お楽しみの音色なんだけど。KZ 系の1ダイナミックドライバからそのまんま BA を抜いたようなサウンドだ。CCA-CXS を真っ当なバランスにした。って言えばいいんだろうか。特に最近のハイブリッドで、BA の刺激的な音をマイナスしたものが欲しいなら、DQX はちょうどいい存在になるんじゃないかな。背面の大きな開放度は、多分、樹脂ハウジングの中で音が反響することによって生じる音の輪郭ボケをなくすためのものなんじゃないかと思う。CXS も、そういった輪郭がボケてる感じはなかったんだけど、あっちはやたら重たいシェルで無理くり前進してたので、その分、こっちは開放度で対策したのかな？とはいえ、自分で聞いてみると、高音の抜けとかに、開放感があるわけではなく、密閉型の一般的なバランスに聞こえるぞ。高音がちょっと柔らかめの印象を受けるのも、その理由かもしれない。また、CXS より低音域が常識的な範囲で収まっている。今回は比較用に、KZ-EDC を引っ張り出してきてみたんだけど、それよりもしっかりと低音は重くて、でも、CXS ほどは強くない。ただ、KZ のどぎつい低音を出す 10mm の中で平均的なだけで、他ブランドと比べたらそれでも強い部類だぞ。
中音域なんかも厚みがあって、バランス重視な感じ。僕は正直、CRA 系の後継を期待してたんだけど、これは EDX 系の後継と感じたな。EDX は、二重磁気で強烈な低音域、強烈な中音域、それに乗っかってる、あまり印象的でない高音域、と、はっきりとしたキャラクターを持ってるんだけど、ちょっと柔らかめの高音域という印象のまんま、よりバランスよく、空間表現も自然にしたら、この DQS になるのかなという印象。単体でも楽しめるけど、高音がはっきりした音が欲しいなら、ハイブリッド化を待つべきかなという感想だった。DQ6S などの後継を期待してた人にとっても、これはちょっとイメージと違うものになると思う。DQ6S は、XUN ドライバの、とにかく分厚い低音域と、伸びる高音域、そしてダイナミックドライバのみのマルチドライバのみだからこそのつながりの良い中音域が魅力なんだけど、DQS は EDX 系の先にある音、というイメージなので、過去の DQ シリーズとはかなり印象が異なる。EDX アルトラからの移行先が見つかってない人には朗報だと思う。EDX シリーズ、EDX プロとかアルトラとか EDS とか色々出したけど、結構音が似てたから、今回の DQS では、大幅に方向性を継承しつつアップデートされたので、狙い目になってくると思うぞ。あくまで個人的な意見を言わせてもらうと、今回の DQS は、これから登場する、レジェンダリドライバの方向性を味見する、ハイブリッドイヤホンの前菜的な立ち位置にあるんだと思う。実際、すでにレジェンダリ 10mm ドライバを搭載する新型 KZ イヤホンは予約が開始されてる。なんと、初っ端から8ドライバイヤホンの、KZZAR だ。ここで ZAR だけを買うのもいいだろう。だけど、絶対ダイナミックドライバ単体の音が聞きたくなるはずだ。普通のブランドだったら、お高い別モデルとして発売されてるだろう。でも KZ なら2000円以下で買えちゃうんですよ。KZ のイヤホンは、1台で完結するんじゃないんだ。流れで楽しむものなんだ。そんな妄言をいつも垂れ流してる当チャンネルなわけですが、今回はまさかの発売順までその通りのオーダーになってるという、素材の味を見ておけるシステム状態だ。最初に発売された CXS は、外装の仕様のおかげで、面白み満点だったんだけど、今回の DQX に関しては、ベーシックな作りで、ドライバの得意なところがわかる作り。実際、ハイブリッドイヤホン用のドライバとしてはかなりニュートラルな味付けだと思うので、これをベースに作られたハイブリッドを聞いたとき、そのベースを単体で聞いてみたくなるんじゃないかな？これだぞこれ。と、こんなところだな。ハイブリッドから BA 抜いちゃいましたサウンドとして、完成度が順当に上がってる。ただ、1ダイナミックドライバとしての完成度で言えば、CCA-CRA プラスがおすすめになるな。KZ ブランドなら、KZEDA とかもかなり楽しめそう。ちらっと反則画像を見た感じ、今回のレジェンダリー 10mm ダイナミックドライバは5マイクロメートルの振動板を使ってるんだとか、EDA の方が、振動板はより薄く、反応が良く、さらに CRA の方が振動板が薄い。どのドライバも適材適所があると思うんだけど、CXS みたいに個性派にしたり、あえて単体でこの DQS みたいに仕立てて出してくれるのも、KZ の面白いところだ。DQS は単体で楽しむこともできるが、他のものと組み合わせると、もっと楽しめる。そして、それができる価格帯設定となっている。それが、KZ というブランドでしかできない、楽しみ方なんだと思うな。といったところで今回はここまで。